さあ、はい、お話なんですけども、じゃあ今回の話体験談とかですか？そうですね、僕の実体験になるんですけれども、はい、今度は僕のおじいちゃんにちなんだお話をさせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい。今から16、17年ぐらい前のお話になるんですけれども、はい、当時はね僕まだサラリーマンをしておりまして、で、その当時はですね勤めておりました会社が経営するアミューズメント関係の、お店に勤めてたんですね。で周りにはねすごい似たようなお店がたくさんありまして、その当時の会社の偉い人たちからはねやはり売り上げを上げろとか、競合店ライバル店に負けるななんて毎日激しい劇を飛ばされてたんですよね。でわりかしね大きいお店だったんで、スタッフさんもたくさんおりまして、であとお店のね管理者なんかやらせてもらってたんでね、そのスタッフさんも一つにまとめなくてはいけないということで、まさに会社の上と下との板挟み状態ですっごくストレスのかかってた時期っていうのがあったんですね。でちょうどそんな頃なんですけれども、頻繁にねおかしな夢をよく見てたんです。でそれっていうのが、刀を持ったお侍さんに追いかけ回されるっていう夢だったんですね。水沢さんが、夢の中で刀を持ったって、もうまさに戦国時代みたいな。そうですね、刀を持ったお侍さんといっても鎧甲冑を身につけてっていうよりもむしろ、着物を着て袴を履いてっていうすごい軽装な感じのお侍さんだったんですけれども、夢の中でそのお侍さんに僕が追いかけ回されて逃げたところでやっと目が覚めるっていう。もう何回見たかわからないほどでしたね。なんかすごいそれもストレスになりますよね。でそれでねちょっと不思議なのが、目が覚めてからなんですけれども、体のねところどころに10センチくらいのね引っかき傷がところどころついてるんですよ。で本当に寝てる時に自分で引っかいたって言えばそれまでなんですけれども、本当にね前日までにはついてなかった身に覚えのない傷が体についているっていうのがね、本当その夢を見た日の翌朝だったんですね。まさにその夢の中で切りかかられて、その刀傷が残っちゃってるみたいな感覚ですよね。じゃないかなとは思うんですけれども、でも夢の中で切られたっていう記憶がないので、多分逃げてる時にどっか当たったりしてできた傷ってなったらまだ話は通じてくると思うんですけれども、で、目が覚めて傷が残ってるじゃないですか。なのでその傷を奥さんに見せて、また変な夢見ちゃったよなんて話はしてたんですけれども、でちょうどそんな頃はですね、仕事も私生活もあんまりうまくいってなくてですね、何よりも僕自身が体調をでかく崩してしまいまして、狭心症の発作を起こしてね2回も救急車で運ばれたりして。で、本当にねそれでもう疲れちゃったな、なんかしたいなと思って横になって眠りたいなんて寝るんですけれども、寝ると夢の中にまたお侍さんが出てきて、それで、また寝不足のまま仕事に行ってっていう悪循環がずっと続いてたんですね。でもう最後にはね、そんな頃はもう亡くなったおじいちゃんに「おじいちゃん助けてくんねえかな」なんて思ったりもしておりました。でそれからしばらく経ったある日なんですけれども、奥さんがねこんなこと言ってきたんですね。最近夢見たって言わなくないって言うんですよ。それ聞いて僕もね、確かに夢見なくなったかもって思ったんですけれども、本当ちょうどそんな頃はね私生活も仕事もそれなりにうまくいってましたし、何よりも体調がすこぶる良くて、本当にもう前よりもじゃんじゃんバリバリ仕事に精を出すことができたんですけれども、でちょうどね、そんな話を奥さんとしました日の夜のお話になるんですけれども、ちょっとねお話はそれるんですけど、さっきおじいちゃん助けてくれないかななんて言ったじゃないですか。で僕のおじいちゃんっていうのが平成18年の1月に亡くなってるんですけれども、本当生前はね孫である僕のことを可愛がってくれておりまして、で学生時代はもちろんなんですけど社会人になってもなんやかんやと世話を焼いてくれるっていう優しいおじいちゃんだったんですね。で一応そんなおじいちゃんに最後助けてくんねえかななんて言ったんで、それなりに体力も回復して元気になったんじゃないのかなと思ってたんですけれども、まさにそんな話も奥さんとした日の夜のお話なんですが、僕がね
お風呂から出てまいりましたら、当時3歳か4歳ぐらいだった長男がテレビの下で何かねこうゴソゴソガサガサやってるんですね。で、僕もね遠くから見てねなんかいたずらしてるなと思ったんで「おい何やってんだ」と。でそんなとこ触ったら汚いからダメだよなんて注意したんですけれども、そんな注意も一切耳も貸さずにひたすらこうなんかやってるんですよね。で何やってんだろうなと思って後ろからこうそーっと行って覗き込んでみましたら、何かを手に持ってその手に持っているものにセロハンテープをペタペタ貼ってるんですよね。ペタペタ貼ったりぐるぐる巻いたりしてるんですよ。でなんだろうと思ってよくよく見てみましたらセロハンテープを手に持っているものにぐるぐる巻きながら「痛い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 」とか言ってるんです。お子さんが？はい。痛い痛いなんて言ってるから手でも怪我したかと思ってね、びっくりして手に持っているものを取り上げてすぐ長男の手見たんですけれども別に怪我してる様子もなければ血が出てる様子もなくって、あよかったなんともないんだと思って長男から取り上げたものを見てびっくりしたんですけれども、それが先ほどお話ししました、おじいちゃん亡くなったおじいちゃんの形見分けの時にいただいてきた形見の品だったんです。はい。で、それがですねもともとですけれどもおじいちゃんが亡くなった時に形見の品としてもらってきたものなんですが携帯のラジオっていうんですかね、小型のすごいちっちゃいこんなラジオなんですけれどもちょっと表現が難しくてすいません。で、本当は形見分けでもらってきたんですけれどもただの電化製品なんで形見の品といってもねきちんとその辺にお祭りするわけでもなく、テレビの下にねポンと置いといたんです。それを、長男が見つけ出して引っ張り出してきて「痛い痛い」なんつってセロハンテープを巻いてたんですけれども、取り上げたね、携帯のラジオを見て「あれこれってこんなんだったっけ?」ってまず思ったんですね。それっていうのが、ラジオの周りに黒いケースがあるんですけれども、その黒いケースが何かこう刃物でね切られたような傷がたくさんついてたんです。さらに一箇所はね本当にこう何かでバツンって切られたような切り込みなんか入ったりしておりまして、もしかして長男がね、テレビ台の下から引っ張り出してきたそのラジオを何かこう感ずるものがあってね治療のつもりで痛い痛いなんてこうセロハンテープを巻いてたかと思うとちょっとゾッとしたんですけれども、切り傷みたいな、そういった傷が無数についてて本当に、分かりやすく言うとカッターでスッスッって切り込みを入れたような傷ですね。でそれを見たお子さんが、ラジオなんだけど毛がたくさんしちゃってるからって言って、絆創膏代わりじゃないけどそうやってセロハンテープを貼ってた。それだけ聞くと可愛いなんていうふうにも思いますけど、というものが今我が家にはあるんですけれども、実はね、それも今回お階段巡りにこうやって出させていただけるということだったんで島田さんそして、スタッフさんとあとカメラの向こうの視聴者の皆さんにもぜひそのおじいちゃんのね形見の品ラジオの現物を見ていただきたいと思います。こちらにお持ちしました。なんすかもう、都市ボーイズ早瀬スタイル人物じゃないです。最後にその現物をボーンとこう出すっていう。いいですか。じゃあちょっと出してみますので。本当に大事なものを持ってきていただいて。傷だらけではなかったはずなのに、改めて見たら傷だらけになっていたという。謎全然覚えのない傷がたくさんついていたと。おじい様の形見のラジオですね。こちらがそのラジオになりますね。すごく厳重に大事に保管されてるんですね。そうなんです。最初はね本当にただの電化製品なんでテレビの下にポイッとやっといたんですけど、ちょっとそんなことがあってから自宅に専用の棚を作ってそこにしっかりとお祭りしてるんですけれども、でちょっとねこれなんですけど今白い紙が巻いてあるんですけど、これ何かっていうと、キッチンペーパーです。ですよね。でこれがですね今言った、棚に飾ってあるので埃にならないようにっていうのはもちろんなんですけれども、ちょっとねいつの頃からかこのラジオから謎の汁が出るようになりまして、でこうやって今紙の方を巻いているところです。それは電池漏れとか多分ね液漏れみたいなことじゃなくて、電池はね抜いた記憶があるので電池の液漏れではないかと思うんですけれども、
これね多分ちょっとひっくり返してもらうとところどこ電池の液漏れだったら1箇所からピーって出れると分かるんですけど、いろんなとこから出てるんですよね。ちょっともう一回見させていただいていいですか、その裏側。どうぞ島田さん。いいんですか。手に取った当時長男が痛い痛いって言ってセロハンテープ巻いたセロテープも剥がさずそのまま残ってますので、いいですか。紙ももうすいません、パッと取ってもらって大丈夫です。裏見るとシミがいっぱいついてますので。本当だ、シミがなんかこうところどころ見えますよね。はい、そのシミが何なのかっていうところなんですけれども、じゃあちょっとどうぞ開けてみてください。すいません、本当に大事なおじい様の形見。いいですいいです、どうぞどうぞ。ちょっとセロハンテープ貼ってあるところは分かりにくいんですけど、後ろの1箇所なんか先生すっかり前の方かな、バツンと切られちゃってるところがあるので。こことかですか。そうですそうです。形見の品なんでね、そんなとこ刃物で自分で切るわけがないので。でも本当によく見ると本当にパッてカッターでこの硬いプラスチックですけど、分かりにくいんですけどもね、傷つけたような傷がたくさんありますよね。その周りのセロハンテープは長男がぐるぐる巻いたセロテープになりますね。確かにこれ傷がところどころついていますので、無数にありますけど、分かりやすいのはここにピーッと。そうですね。そことあと正面のすっかり割れちゃってるところ、このねカバーの部分ですよね。でもちろん裏側の方にも細かい傷が入ってますよね。細かい傷がたくさんついてまして、それを長男が治療のつもりかどうかわかんないんですが、そうやってセロハンテープをぐるぐる巻いたという品になりますね。これって多分皆さんね、ご覧の方たちも皆さん思ってると思うんですけど、やっぱりすごく辛い時期に刀を持って追いかけられる夢を見たっていう、でその時におじいさんに助けてほしいっていうふうに言ったわけですよね。なので、おじいちゃん亡くなってもなお僕のことをそうやって助けてくれたんじゃないのかななんて思いながら、今ではしっかりその品も家の方では飾らせてもらっております。だからここにラジオについている傷っていうのは、やっぱりこれがおじいさん自身で、でその刀で追っかけていた、その侍の刀傷じゃないのかなと思うんですけれども、水沢さんの身代わりになって、そうなんですね。可愛い孫のことを亡くなった後も守ってくれたんじゃないかなっていう、それだと嬉しいですよね。その夢っていうのがね、何なのかっていうね、あれ以来もうそのお侍さんの夢は全く見なくなりましたね。やっぱりその形見にその傷が残ってるっていうね。でもおじいさんっていうのは生前からすごく水沢さんのことを可愛がってくれてるっておじさんだったんですね。そうですね。もう何かにつけていろいろ世話を焼いてくれてましたんで、本当亡くなってからそのおじいちゃんがいろいろしてきてくれたことっていうののありがたみってよく分かりましたね。いやでもまさに身を挺して亡くなっても、僕を守ってくれたんじゃないかという。いやこれ、もう本当にとんでもない宝物ですよね。そうですね、宝物ですね。いや本当にすごく自分のやっぱ人生の中のね、すごく大事なものも今回お持ちいただいて、本当にありがとうございます。とんでもございません。ありがとうございます。いやなんかおじいちゃんの愛情、みんなに見ていただいて多分喜んでると思います。本当に素敵なおじいちゃんの存在が今日ねこうやって皆さんに伝わりましたね。ありがとうございました。また今日もね素敵な会談ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。